こんなに穏やかな気分になったのはいつ以来だろうか。不思議なものだ。寒空で暮れゆく夕日すら暖かく感じる。薄暗かった心に小さく灯った明かりがどんどん大きくなっていった。あれからというもの、仕事をしていてもふとぼんやりと勝浦で出会った娘のことばかり思い出してしまう。数日後、仕事が一段落した高志は最終便の電車に乗り込み、勝浦に向かった。久美ちゃん、そろそろ閉めようか。はい。最後の客が帰り、店を閉めるところだった。久美が軒先ののれんに手をかけると、背後からものすごい勢いで走ってくる靴音が響き、思わず振り返った。以前訪れた高志だ。どうしたんですか一体。突然現れた高志に久美は驚いた。それにしても、いつもいいタイミングですね。この後、お茶でもどうですか？お茶。すっかり夜も更け、あたりは真っ暗だ。久美はにっこり微笑んだ。ご飯、食べました？ちゃんとした料理はないですけど、今からまかない作ろうとしてたんで、一緒に食べませんか？ええんですか？おじさん、こないだのお客さん、また来てくれたけど、何もないから、一緒にまかない食べてもいい？ええで。わしも一緒やけどな。邪魔せんよう、端っこで食べるわ。ところで、お客さん、どこから来たんや？桑名です。久美もびっくりした。桑名から電車乗り継いでわざわざ来たんかいな。久美ちゃんに会いとうて？いや、まあそういうわけで。そりゃ、腹も減ったやろ。久美ちゃん、はよ用意したって。興奮冷めやらぬ高志に、そのまかないの味はわからなかった。ただこうしてまた会えたことが嬉しくてたまらない。それから高志は久美のもとへ何度も訪れるようになった。高志は久美にすべてを打ち明けた。屋久島に生まれ、戦争に生き、そして今の現状を。久美はその時初めて、高志が3人の子持ちで、妻と別居しており、自分とは15も年が離れていることを知った。しかし、そんな高志に久美は、不思議と何でも話ができた。屈託ない性格に、小田には言えなかったことが、素直に話せた。やがて、高志の苦労に、自分の苦労を重ね合わせ、次第に親近感を抱くようになっていった。新規の取引先も順調に増え、高志の会社の経営は、ますます売り上げを伸ばしていた。そんな折、ある事件が発覚した。あ、はい、そうですが。なんですって。いえ、そんなはずは。確かに昨日入金してます。
わかりました。すぐに確認します。信頼していた金庫番の従業員が売上金を持ち逃げし、行方をくらましたのだ。高志は金策に走り回ったが、結局銀行に支払うお金を工面できず、不当たりを出した。社長、契約延長の件ですが。坂藩、悪いな。戦略があるんや。噂は瞬く間に広がり、取引先は離れていった。ああ、なんてことだ。数ヶ月後、信頼を失った会社は、砂山が崩れるがごとく、倒産した。高志の手元には、事業拡大で積み上がった莫大な借金だけが残った。会社は差し押さえられ、一文なしになった高志の住まいには、連日借金取りがやってきた。やがて高志に返済能力がないことがわかると、今度は一子の実家に取り立て屋が訪れるようになった。慌てた道子の両親は、自宅や土地を差し押さえられる前に、高志に離婚を承諾するよう申し出た。もはや、道子とは縁が切れたも同然だったが、造り酒屋の跡取りにすることを条件にしたとはいえ、3人の子供の親権まで失うことはつらかった。しかし、今となっては諦めるしかない。子供まで路頭に迷わせるわけにはいかない。高志はやむなく離婚を受け入れた。